いらっしゃいませ。本日はですね、私のルームツアーをやっていきたいと思います。この部屋はね、5.5 畳のシルバニアファミリー感のある小ささなんですけれども、いつもね、ここで YouTube 撮ったりしてるよっていうご紹介をしていきたいと思います。机はね、これは、イオンちなみにこの椅子もイオンで買いました。この椅子座り心地がねなかなか悪くないからイオンのやつ使ってるんですけど、ド派手な感じになっております。このね布は北インドの布で、布ね3枚重ねてるんですよ。気分で変えられるように自分で染めた布で、これが Amazon で買った生成の布です。これ自分で染めたんですよ。ピンク。こうやって比べるとだいぶ色違うんだけどさ、 YouTube 撮る時に背景が違うと面白いかなって思って、これがねペン立てにしてますね。中東の工芸品だったかな。同じものはちょっとないと思うんだけど、私フリーマーケットとかねそういうので買うことが多いから、これをペン立てにしてます。植木鉢だけこんな感じでチャッカマンでマッチでつければいいのにチャッカマンでつけてるっていう。パソコンを実家に置きっぱなしにしているっていう状況なので iPad でずっと作業してるんですけど、この iPad スタンドは IKEA で購入しました。これすごい良くてね、ヘッドホンもこうやってつけられるのよ。これ1000何ぼだったからおすすめですよ。こうやって高さも変えられるし角度もね変えられるの。ポストカードかわいいよね。でここがですね、私のサンクチュアリっていう感じで植物をここにねたくさん置いております。ちょっとこれねカーテンの長さがすごいちょっと気分悪くなるぐらい長さがね合ってないんだけど、あとね1年もしない間ぐらいに引っ越すので、またもうこのままでいいやって思ってこのままにしてます。これはなんかクロポンって書いてあったんだよね、お店で。でこれはね福島の起き上がりこぼし、守り神的な感じで大事にしてるんだけど、この顔も表情もすごいいいよね。でこれなんかエメラルドって言われたけど多分トパーズかな。石を敷いてます、小さな器に。これは多分ホタル石なんだけど、なんか人の奥歯みたいで面白いなって思って神保町 1-1 で買いました。神保町 1-1 ね面白いよ。なんかこういうの多い石とかで、これがね丸善で買ったジオードをね割るジオード2期の動画がすごい好きで、本当はこういう風に丸い1個の石なんだけどパキーンって割るとねこういう風に水晶の洞窟みたいになってるんだよね。これすごい面白いなって思って、なんかこれ見てるとすごい湧いてくる。ジオード2期の動画好きで、ね、ジオード憧れてたの買いました。こっちがねこの間種植えたさベビーリーフなんだけど、なんかかいわれ大根みたいになっちゃってさ、あっちゃこっちゃいっちゃってるんだよね。毎日水あげてるんだけどさ、これ正しいこれでって思って育てております。これが手帳でモザイクかけるのがめんどくさいからつけてるマスキングテープ。窓際はねこれ湯沢屋さんで買ったブレードっていうこうロールで売ってるレースみたいなのがあるんだけど、それを下にね敷いております。なんかこういうの引くとさちょっとテンション上がるよね。ネイルは全部おさじのやつを使ってます。乾くからすぐ。でこれがね3COINSで買った風の谷のナウシカみたいな、多分サボテンの仲間なんだけど、ここにね蝶々のビーズをねちょっとつけてみました。ここに。でここに A2 のニーヤオートマタの A2 が私大好きなんで、これメガネかけてるのよ。これ見つけた時になんかもうテンションの上がり方で一番いいとこに飾ってて、これはね水につけて育てるんだけどあまりにも枯れてきちゃって花がね咲かなかったんだよね。だからちょっとちっちゃい植木鉢に植えて今経過観察しております。でこちらがパイナップル。こう切って植えとくと生えてくるんだよねまた確か。なので今ちょっと育て中で、あとは石とか、これは推しのリリア・バンルージュ。キャラものが多いんですよ私の部屋。この間描いた何書いてあるかよくわかんない絵、空の鳥です。これはねチャイハネっていうところで1000円ぐらいで買ったランプ。こんな感じでバカーンって偽物入れてます。熱くなるから。レースついたキャンドル、これも500円ぐらいだったかな。あとねシンプルなろうそく何使ってるんですかっていうご質問いただいたんですけど、
これ IKEA の4個セットで400円ぐらいのやつですね。使っております。この透明な台座もね IKEA で100円ぐらいのやつ。これもキャンドルなんだけど、マリメッコとイッタラがコラボしたキャンドルホルダーですね。ちょっとブルーっぽいんだ。あとは宇多田ヒカルのアクスタ。日本のアーティストだとヒッキーが一番好きなんですけど、ヒッキーのねライブ当たったんですよ。全公演応募して1個だけね埼玉が当たったんだよね。それのアクスタと、ここにいるのがフロイドリーチの縫い。マスターシェフのさフロイドリーチなんだけど、これはフランフランで買ったライト。意外とねこんなちっちゃいの光るんですよ。これピーンってちょっとちっちゃいねシルバニア感があるものがすごい好きなんですよね。これちょっとレースのカーテンとか引いてないんですけど、曇ってるからいいやと思ってこんな感じでやっちゃっております。私美女と野獣でね一番好きなキャラクターこれなんですよ。このタンスさんって呼んでるんだけど、タンスさんをね美女と野獣を初めて乗った時にこれ購入しました。タンスさんの縫いバッジ。ここにちょっとこのカーテンの長ささ、引っ越しの目処がついてるからもういいやと思ってね。やだねこのまあいいや。石もね好きなんですよね私。こちらがですね IKEA のサイドテーブルに、この机が小さすぎるから机の上ですぐ使うものをねこの上に並べております。無印良品の仕切りになってるやつに今読みかけ途中の本ですね。この辺この間ご紹介したやつとメモとかいつも動画に登場するノートとかがここに安置されております。でこっち側はね色鉛筆、ちょっとまだスカスカなんだけどここに入れてて、あとクレヨンとかもあります。絵を描く道具全部100均なんですけど、ここにキーボードと腕を置くやつを収納しております。モフモフで使う時だけここから出してっていう感じですね。手前はねこれはコスメキッチンで売ってるボディーローションなんだけど、手を洗った後とかにすぐ使えるようにハンドケアで置いております。でこれがねタイのボールって言ってたかな。津田沼のお花屋さんのブエンカミーノさんで買ったものだらけなんですけど、これはタイのボールになんかモフトとか、あとすぐ使うような修正テープとかイヤホンとかスタンプとか写真写すやつとかをもう雑多にすぐなんか机で作業してる時にすぐ使いたいものをここにザザザーと入れております。こんな感じ。これがね遺品なんだよね。すごい素敵な方だったから、なんかアイディアとか詰まった時こうやってつけてね、たまにパワーをいただいてる。これはちょっと宝物ですね。でこっちの下はね汚いんだけどね、このカゴの中にはなんかお菓子とかノートとか作業のボードとかを入れております。これちょっとね疲れた時に食べる小枝食べ物いっぱいあるんだけど、見てこれオーガニックイチジク、これ DJI とか入れております。でここがねゾヤっていう感じなんだけど、これねこうやって姿勢がいいままね描けるよっていうものですね。っていう感じで机の下にこんな感じでしまっております。ベッドはね IKEA の同じのが2つセットでくっついてる、2個つなげるとクイーンサイズになるけど1個ずつでも分けられるよっていうやつを分けて使ってます。しましまシーツも IKEA のものです。真ん中にね今膨らんでるとこに白タン、小学校3年生から使ってる白タンのぬいぐるみが隠れてて、この下にねテープライトでちょっと光るようにしております。でここに無印良品の配線隠しでスマホのケーブルとか隠してて、ゴロゴロしながら本読む時用のライト、スタンダードプロダクツっていうところで買ったものですね。3段階で光るのですごい便利です。でこの下はですねカゴが置いてあるんだけど、これさインスタでフォローしてくださってる方も持ってたな。ここには宝物シーリングスタンプ最近やり始めて、すぐ使いたいものをここに入れております。今なんかお腹が空いてきちゃってルームツアーの途中でイチゴを食べるっていう
この上はちょっとね目が多すぎるからちょっと整理しようと思ってるんですけど、またモザイクがめんどくさいからアナログでちょっと自分の名前のところ隠してる。東京大神宮でいつも年明けて節分までの間に厄払いしてもらうので、その時もらう札みたいなやつ、あとちいかわとジェイドリーチの縫い金、これはセリアさんに売ってる透明な板を当たらせて物を飾っております。グラス、これ素敵じゃない？こういうのはね、海外の小物とかを集めてるコレクターの方のお店とかで買ってますね。これもヨーロッパのソビエトだった時代のグラスって言ってたかな。で、次はね、こちらの棚をご紹介していきたいと思います。この上の棚はですね、ルームツアー撮るっていうんで買ってきたお花、すごい素敵だよね。フードロスのお花バージョンみたいな感じで150円で売ってたんだよね。ピンクちゃんと、あとこれがね京都の陶器って言ってたな。あとこれがね夢の島熱帯植物園っていう新木場にある植物園なんだけど、そこの売店に売ってるアイスクリーム、これココナッツのねアイスが売ってるのよ。こういうそれを持って帰ってきてニス塗って入れ物にしてるっていうものなんだけど、アクセサリーを入れてます。私アルティダウトのアクセサリーすごい好きで、石入れてアクセサリー入れにしてます。これをねバースデーバーで買ったジャズバーっていうボディミストなんだけど、この匂いがすごい気に入ってね使ってます。もらったお塩と地元のお守りと、このネックレスもねその遺品でいただいたネックレスですね。このグリーンのやつとかすごい気に入ってて、これはねカンパーナさんっていう通販のアクセサリーサイトで買ったお魚のブレスレット。これ東京大神宮のお守り、お父さんから譲り受けたすんごい古い写ルンですみたいな写真しか撮れない一眼レフ。でもねそれが面白いのよ。内側はねディズニーシーのこの帽子とポップコーンバケツ、これね2個入る上に後ろにウェットティッシュ入るのですごいおすすめ。2個入れなくても飲み物入れとけばね、今フード&ワインフェスティバルやってるからさすごい行きたいんだよね。でこれがねタロットカード、自分のことだけ朝起きて占う時があって、でここに飾ってるんだけど、今日はね運命の輪が出ました。1枚だけ引こうと思ったら運命の輪だった。今日は毎年クリスマスリース自分で作るんだけど、今年はね楽しい YouTube を見ながらアルミのオーナメントをつけたクリスマスリースまだここに飾ってて、これは毎日飲んでる薬はちゃんとね飲みましょう。穴についてるイヤリングはディズニーランドの本物の水晶かなんかで作られたシンデレラ城のモザイク画に使われてるんだけど、そこのモチーフになったイヤリング。これラピスラズリ、タロットカードだと塔が一番好き。これはねインドネシアかなんかの豪邸で、本はねこれもう本当にすごい一部です。実家がねすごいんだよね、本棚がさ。でこっちの家がちょっと狭いもんだから置かせてもらってるんだけど、実家の部屋もちょっとすごいんだけどさ、消防設備点検の人とかが来るとびっくりされちゃうぐらいの、もう大好きで、宝石の国の特典がさ、翻訳実験1、P 氏のコレクション、石の詩をね、市川春子先生が作ったっていうものなんですけど、地球に転がってる石の詩。石がどんなことを考えてるだろうかっていう想像の詩なんですけど、これとかさ、もう論文書く時の参考文献とかさ、引用で持ってくるような本の想定してても大好きです。これちょっと後ろ側向いてるのはお気に入りの本なんだけど、ちょっと YouTube でお見せできないような、有明でしか売ってないような本です。これ本読むときになんかブックマークになってくれるやつ、スワンタッチっていうやつも好きです。私インドネシアかそういうアジアのカゴですね。フリーマーケットかなんかで買いました。でこれもね夢の島熱帯博物館の売店に売ってるカカオのアイスの殻、これもブエンカミーノさんで売ってる入れ物で、私コスメキッチンをね病院の帰りにご褒美で行くことが多くて、チラシなんだけど、このイラストがすごいね毎回可愛いんだよね。それをもらってきて一番お気に入りの号なんだけど、これちょっとテープ留めてあったからね削れちゃってるんだけど、でどなたが描いてらっしゃるのかしらとか思いながらも。でこれ後ろがムンク展の図録、エバドムッチが一番好き。もらったブーケ、この下のトゲトゲもブエンカミーノさんで、これはねすごい気に入ってるんですよ。惑星っぽいなって思ってすごい気に入ってる
ランプなんだけど、猫ちゃん保護のチャリティーフリーマーケットみたいなところで買って、多分日本のやつじゃないと思うんだけど、探したけどね、同じのやっぱりなかった。丸いライト可愛いよね。前に関根恵美さんの YouTube 見ながら作ったんですけどね、これちょっと下手くそすぎんっていう。由美さんも本当にね、売り物みたいに作ってらっしゃったんだけど、真似してもねどうにもなんなかった。私はだけどこれね気に入ってるんだよね、下手くそなりに。こういうね作ってみたいなって、それをまた思い出させてくれるっていう YouTube チャンネルすごいなと思って、アルミのオーナメントもだけど作っててねすごい楽しかった。でこれがお天気で変わるっていうなんかストームグラスプレゼントにもらったやつ。日によってこうなんかすごい結晶がね変わるから面白いんだよね。あとここに窓まぎのなんかある。これねそんなに推しってわけでもないんだけど、洋華堂の安売りワゴンの中に150円でなんか雑多にポテって置かれててかわいそうだったんで回収して、なんか後日ディズニーシーのねアラビアンのところに連れて行ってあげたカリム・アルアジームの縫いとジェイド・リーチの縫い、なんか帽子とかかぶせてさ。でこれはねフライングタイガーのアクセサリーケースで、これはバージニアウルフの灯台へカバーつけちゃったり、あとは土井善晴先生の美味しいものの周り、銀色さんの私たちは人生に翻弄されるただの葉っぱなんかではない、星野道夫さんがすごい好きで、旅をする木と、これはね海の歌詩集なんだけど、海の歌、月の歌、あと何があったっけ、雪の歌もあったのかな。神保町のなんかブックカフェみたいなとこで売ってたんだけど、ちぐさそういちさんのね詩も入ってた。といつでも読めるように宝石の国の最終巻と、国立にあるさ台形っていうレストランがあったんだけど、今ね湘南の方に移られたと思うんだけど、抽選制のレストランなんだけどすごい素敵なレストランで、もう私の理想の空間みたいなお店なんだよね。何回か抽選で当たって行ったことがあって、もう料理もねすごいもうどこの世界にもないような料理、何料理って決めてないようなね、もうすごい創作のお料理が出てくるようなレストランなんだけど、このご店主が書かれた本ですね。これすごいねお気に入りの本なんだ。エッセイと、あとこのご店主が毎朝何食べてるか書かれてる日記みたいな。これ日記じゃなくて日誌っていうのがいいんだよね。私も日記とかさ手帳とかを書いてるわけで、日誌ちょっと日誌いいね。ちょっと日誌にしよう。このワインボトルはシャトレーゼのやつなんだけど、シャトレーゼにこのボトルを持ってくと新しくまたね入れてもらえてエコだよみたいな。赤と白用2個とドイツのワインとアイラ系っていう本当にねイソジンの味がするんだよね。すごい歯医者の味、すごいそれがね大好きでね、歯医者の味ちょっとずつ飲んでおります。イソジン飲みたい方おすすめ。あとこれがね紙なんだけど、こういう風にグリーンとかたまに机に敷いてるやつですね。これとかさ前にお月様とかのデザインのやつなんだけど、背景が違うと面白いかなって思ってこれもらったのよ。萌え緊急事態の時これのもカニのイラストが描かれててすごい可愛いんだけど、これはニコアンドで買いました。奥にねお魚も描かれててすごいお気に入りで可愛いんだけど、ちょっと動かせないから写真だけ貼っとこうかな。処分しようと思ったんだけどかわいそうでできなかったカービィ。植物コーナーなんですけれども、苔玉だったんだけど、もともと苔玉の裏側見たらみちみちになってて、苔から解放してあげた途端にぐんぐん元気になってったモンステラみたいな。これ透明な植木鉢ちょっと可愛いよね。とスタンダードプロダクツっていうところで買った。でこれがさもうどうにも調子が悪い。これベコニアエスカルゴ渦巻き巻いてるんだけどさ、もう1年ぐらい一緒にいるんだけどハゲチャピンになってきちゃっててさ、調子が良かったことがないんだよね。家の近くにさ植物の入院施設みたいなのがあるんで、そこに持ってこうかなってちょっと思っております。クリムト店の図録とカルディで買った白ワインのボトルですね。お花で可愛すぎでしょって思って。トロピカルなお花、これすごい気に入ってるんだけどさ、タイの2段のカゴで下に充電器とか入れて上にお香ですね。こういうさカゴとかがすごい、カゴがとにかく多くてさ、香水結構好きで、一番好きなのはねこのトム・フォードのマンダリンのやつ。ルラボってなんか細々いろんなのお試しできるんだよね。ローズ31っていうのかな、これが一番好き、ルラボだと。
トム・フォードはねほんといい匂い、違う全然。またちょっとこれはリピートしたいなと思ってます。これはリビングの照明です。どこつったっけな、インドネシアの明かりだ。では私のルームツアーでございました。ここまで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。では焼き鳥でした。